作品を作る時は毎回最初にエスキース、そのさらに前のアイデアスケッチというのを書いていて、この背景はこの絵にしたらこういうつながりができて面白くなるかなとか、具体的にどの絵を引用しようかなとか、どういう作品からイメージを持ってこようかなっていうのを考えてます。背景はウィリアム・モリスのパターンですね。これにしようと思ったなんかきっかけとかあるんですか？これがええなみたいな。背景をこの模様にしたのは、この植物がこうなってる様が今回の作品のテーマである炎とか燃え盛るイメージ、ここの胸に書いてある絵の炎となんか近しい感じがしてマッチするかなと思ったので、この模様にしましたね。形からインスピレーションを受けることってよくあるんですか？他の作品とかでも。形からインスピレーションを受けることはめちゃくちゃ多いですね。勝手にこれの作品はあの作家のあの作品に似てるぞっていう、そういう見立てというか勝手な解釈で作品のアイディアを練ることがものすごい多いですね。サンプリングとかリミックスとか、美術でもシミュレーショニズムっていうのがあって、その辺の人の作品を再解釈して新しく作品を作るぞっていうのからにものすごい感銘を受けたところがあって、それから人の作品を積極的に取り入れたりするようになりましたね。これは塗る前からある程度色の感じは決まってるんですか？そうですね。でも割と偶然でいいなと思ったらそのままにしたり、思ってたのと違うなってなることが結構画面上であるけど、この工程の時はあんまり細かいことを気にしすぎないようにしてますね。勝手に混ざって予想外の感じになったりするのは受け入れる感じにしてますね。これがそういうなんですか、ランダム性を出していくのが面白いなって感じたのはなんかきっかけあったんですか？きっかけ。きっかけは、もしかしたら、それやり始めた時くらいからちょっと焼き物とかに興味が持ち始めたりしたので、自然に感じるもの、あんまり人工的すぎないものが惹かれていくようになりましたね。これとかなんか、この感じは自分の絵に使えるぞみたいなことをよく思いますね、見てて。色のこう配色とか垂らしてる混ざり具合とか。
こうやってやってると思われるんですけど、あそこまではしないですね。今みたいな工程をしっかりとこうランダム性持ってやろうと思うと、その下準備というか、そうですね。そうですね。それはかなり重要ですよね。で、多分、こういう作業と、このマスキングしてあるから、かっちり区分けされてあるところ、この枠の中がすごい自由になってるっていう、こっちとこっちの対比も好きなのかもしれないですね。なるほど。はい。あこっち側は多分秩序だったことになるんですけあ、ど、はい。こっちはもっと自由な感じで、それが同じ画面の中であるっていうのが大事かもしれないですね。この人とかが好きだったんですよ。ものを見て描いてる実在の風景とか人物を描いてるわけじゃないけど、説得力がある書き込みをして、かつ、かっこよかったんですよね、単純に。画面が滲んだり、ぼかされたり。複雑な部分に気になるというか、心惹かれる部分ってやっぱあるんですか？そうですね、混ざり合ったり、必要に絵の具を重ねてるがゆえに、独特な質感になって、そこにまた絵の具乗せて、ちょっと絵の具が引っかかったりして、すぐには作れない効果が生まれてるのに惹かれますね。こう、ひたすらカラフルにごちゃごちゃってなっている感じ。で、輪郭線はちゃんと存在しているとか、こういうところも結構偶然性っぽく見えるじゃないですか。うんうんだけど、この線自体はめちゃくちゃ意識的にこう、ある。大人は描こうっていう気にならないですね、全く。なんか、自分の中のインナーチャイルドがそうしてるのかもしれないですけど、大人は顔っていうか頭部がちっちゃすぎるし、子供時代がやっぱり大事なのかもしれないですね、作家っていうのはって思います。頭部の大きい小ささはなんですか？その大きい顔が描きたいんですか？大きい顔は描きたいですね。なんか SD キャラとかで二三頭身のやつとかを見たらやっぱり、あ、いいなって思うし、子供服の雑誌とかも参考に見たりするんですけど、断然いいなと思いますね。なんか大人の写真が載ってる雑誌で見るとき、あ、かっこいいなと思うんですけど、なんかそんなにあ、これは絵になるとか全然思うことは子供の時のやつの方が多いですね。あ、これこのまま描いたらめちゃくちゃいい絵になるぞとか、比率がいいなとかってなるのはやっぱり子供が多いですね。多分自分がなんかそういう無垢を感じるものに惹かれてるのかもしれないですね。その周りに結構いろんなオマージュとか外から引っ張ってきたはいものが入り込んでくるわけじゃないですか。はい。その対比ってなんか意識されてたりするんですか？あそれも周りに取り込んでるものもそれは無垢なものだから取り込んでるんですか？対比ですね、やっぱり生と俗とか人の作品を描くっていう俗っぽいところと、仏像じゃないですけど祈りを込めた無垢な人物っていうのの対比はやっぱりその辺も
ポップアートのちょっと軽薄と見せかけつつ実は深かったり、めちゃくちゃ深いと思わせて実はすごい軽薄なものだったりする、結局どっちかわからないみたいな面白さにすごい惹かれますね。オリジナリティのある作品は現代でどれだけ可能なのかなっていうことはしょっちゅう考えますね。でも僕が作ったものに対してオリジナリティがありますねって言っていただいたりしたら結構不思議な感じになりますね。引用をやめて作品作ることってありえると思います？ご自身。ありえるけどやらない気がします。最初からずっとオリジナリティっていうのはあるのかなっていうのが思っているところがあるので、引用しなくても別にこれは山田浩平の作品だねって言ってもらえるとしても引用しちゃい気がしますね。本人が本当にリアリティを持って強く思ってることじゃないとあんまり絵にする意味がないというか、取ってつけたような流行りの社会的なネタとかを盛り込んだら多分パッと見で社会的だったり批評性とかが得られるかもしれないんですけど、僕としてはもう何だったらもう個人的なことだけど人に分かるみたいな感じの共感とかも得られるように作品を取り込んでるところもあって、もしこれが引用とかせずにだったらもう本当に個人的な話になりすぎてしまう、これは俺は心から面白いぞって思うことしかできたら書かないようにしたいなという気持ちですね。本当に僕が現代っ子だったらこんな時間かけてチビチビやるんじゃなくて、もっとテクノロジーを取り入れて同様のことをもう100倍の速さでやればもっとそうさっき言ったような爆発的なことにはなるんだけど、やっぱり昔ながらのっていう感じがどうしてもずっと葛藤というかずっと悩ましいところではあるんですけど、おそおそとやるのがもう好きなんでしょうねっていう。抗えないもんですか？抗えないですね。多分もし同じことを出力できますよってなったら興味なくなっちゃうかもしれないですね。つまんないってなっちゃうかもしれないですね。制作そのもの。はい。で昔からそうですか？昔からそうですね。やっぱり自分の手でやるっていうのが好きですね。なんかそれに対するロマンが強いみたいで、随分とちゃんと物と対峙して作ってるっていうのにますます魅力を感じてますね。